客さんも家族同様に思ってるので、毎日やっぱ食べてももたれせんとか。惣菜はここ手作りでしてるから安心して食べられるし、こんだけ具の入った巻き寿司は多分ないと思います。お魚焼けました。毎日100ちょい出ますかね。お刺身とか美味しい。お待たせしました。ありがとうございます。じゃあお願いします。ちょっと撮影の方一緒に連れて組み立てるとこから仕事するんですけど、多分ここまで食洗機ばらしてやっとるとこなかなかないと思います。セントラルキッチンみたいなところに入れるような規模のサイズなんで、こんな町の惣菜店使うようなサイズではない。鍋も洗うし、漬物の桶とか毎日作る量がすごい多いので、出る洗い物がすごい多くて、毎日100ちょい出ますかね。日替わりなんではっきりカウントはしたことないんやけど、うちほどこんだけ綺麗な油使ってるとこないと思います。今継ぎ足してるのは新しいのなんですけど、使った油をまたその綺麗にろ過して洗浄かけるんですよ、油自体を。自分はそのお客さんも家族同様に思ってるので、その毎日やっぱ食べてもひどくならんっていうか、胃もたれせんとか、油の中に電波を流してる、うちは。その油の吸収が抑えれるんですよ。40、50% 抑えれるんですけど、揚げ物自体の揚げ時間もすごく短く上がるし、食べた時にカラッとなってて。こんな地味な作業でごめん。いなり寿司のいなり揚げです。今からね。でもなんか4人いるからこそ、こういうなんてやろう、仕事の需要を思います。夕飯に一品助けてほしいなとか。うちなんかおひたしの素とかそういうのではなくて、全部この醤油とか砂糖とかみりんとか昔からある調味料で味付けてるので、お前の素とか。何々ドレッシングとかそんなんではないんです。底引き解禁っていうふうに言ってるけども、実際やっぱり少ない。何でも物が高くなってるやろ。その中で本当にお客さんが買いやすいもの選んで見つけるっていうのが大仕事や。これを先に作るようにした。本当に魚少ない。喜ぶ。入れとったら揚げ。コンビニで使っとるとこ多分小川さんのとこだけって言われます。やっぱそんだけみんなコスト抑えたいから、そうやってちょっと安いのってするんですけど、うちは
絶対そういうの使ってない。全部国産国産です。か？いろんな種類をけるように。種類豊富ですよね、確かに。まあ数はちょっと少ないんやけど、他の大きなスーパーに比べると。この稲荷の揚げも業者から来たやつに詰めるではなく、うちがちゃんと味付けして詰めてるので、お寿司はすごく好評いただいてて、当店の人気商品の中の一つでもあります。午前中と午後でまた客層違うんですけど、午前に来られる方はやっぱり一人暮らしの高齢の方とか、一人じゃなくてもおじいちゃんとおばあちゃんとかで住んでるような方で、そんなにたくさんはいらないとか、自分じゃあんまり火やガスを使わないご家庭というか、まあ工場生産ではなく手作りの商品として出るので、すごくそういう意味では重宝してもらってます。自分もこの商店街の今理事やってまして役員やってるので、なるべくこういう昔からの町に人が来てくださるように商店街も含めて活動してます。お魚焼けました。小麦粉振ってこの肉詰めお願いします。兄弟5人なんですけど、自分は一番下なんですけど、もう一人の姉が今その盛り付けするのにもうちょっとしたら出勤してきます。結局その作るのが先来んかったら盛り付け部隊は仕事がないから仕事の出勤時間がずれてます。おはよう。はい、では行ってきます。はい。ホイル焼きにしたり、ムニエルにしたり。
あれが不安になる。スーパーがみんなチェーン展開されるような時代になってきて、でそういうところの安売り合戦に結構苦しくなってきた時に、父と母がどっか県外に見に行ったお店がこうやってお惣菜やっててすごく繁盛してるっていうので始めてって、そういうとこからちょっとずつまあ業態を変えてってっていう感じですかね。先にお好きなサイズに切ってタレとかかけてチンしてねみたいな。そばだけわさびはね、オッケー。で海苔って本当にピンからキリまであるんやけど歯切れもいいし香りも全然違います。この具材の味も引き立たせてくれるし、この海苔が全然違う。太さは一般的なものと変わらないんですけど、一般のこのお店に売っている巻き寿司とかよりは全然具は多いです。中の具材とかまで手作りでやっとるお寿司ってないと思う。大阪のお惣菜だと野菜とかがいっぱい取れるよっていうとこがやっぱ売りでもあるんで、コンビニのやったらお腹は膨れるけど野菜ってそんなに入ってないんで。社長になられたのっていつ頃なられたんですか？ 7年ぐらい前かな。もともとは、今の父
父が社長やったんですけど、でももともとは普通に手伝っててはいて、自分がやろうとかそんなまでではなかったんですけど、母が亡くなった時にその急にそうやっておらんくなった時のこの会社の引き継ぎって大変やなと思って先にもう代変わった方がいいなと思って。ぎっしりです。そうそう。こんだけ具の入った巻き寿司は多分ないと思います。できました。はい、ありがとうございます。午前中はやっぱり主婦の方かなが多くて、今11時半からは日替わり弁当やってるんですけれど、列になったりするんですけど、水曜日はどうしても一番が安日ってお客さんも知ってるから、今日はちょっと少なめかなっていう感じ。よく来るよここの果物美味しいから毎日の来るね家庭の味の、ね、おかずがあるから食べやすい量の分量入ってるからね。一人二人ちょうどいい高齢者の方にはもってこいで週1かな 2ぐらいかかるかな。お魚を調理していただくんだけれど、すごく綺麗にカットっていうか切っていただけるので、刺身じゃなくって普通のアジでも何でもお魚、すごく美味しい。この間一度来て気に入って2回目来ましたはい、2226、226。1回ぐらいに1回。家族少なくなったし、職場ここに近くになったし、すごく便利です。お惣菜と、あとデザート買う。美味しい。週何回ぐらい来られてるんですか？週に3回ぐらいやね。お刺身とか生魚とか、惣菜はここ手作りでしてるから安心して食べられるし、まあ美味しく作ってあるし。いつも何買われてらっしゃるんですか？いつもお惣菜です。でうちも2人家族なんで、なんか少人数分とかのが量があるのがすごく助かるし、もう毎日お惣菜使ってます。このデザートがなんかいろんな種類あるんですけど、
境は違ったけど私は杏仁豆腐が大好きです。贅沢みたいな感じでコンビニ感覚でちゃんと原材料から厳選して作ってあるものっていうのを召し上がってもらいたくて作ってます。あったあったあった。なんか1週間通して一応毎日全部違うんだけど、例えばお弁当のこれだ美味しかったから次に買ってみようかなとか、キャベツなんかそうやってお客さんに味知ってもらえるように日替わりでいろんなものを入れてるんですけど、考えてるのは野菜を多く取れるように水曜日は炊き込みご飯って決めてて、そうで毎週違う炊き込みご飯、夏やったらなんかトウモロコシのとか、で秋やったらなんか鮭とキノコのとか。お待たせしました。ありがとうございます。毎日ではないんやけど、1週間に3、4回かな。抵抗がなくてもいいから楽、そういうことです。ここ利用させていただいています。1週間に2、3回来ます。お魚もお刺身も揚げ物とかもいろいろ日替わりで変わってて、煮物とかも家庭的で美味しいです。で安いし、そんな高くないし、庶民的やし、もう季節になって出たら必ず買うんです。ボリューム多いし安いし、味がいい、大葉とか入っててとっても美味しいから助かります。これはこの毎日の色やから。結構年数あるとやっぱ助かると思うんですね。みんなこれは天然のブリですね。天然の、天然のブリですね。もうちょっと待ってください。お刺身とか美味しいです。撮影75の2。どれぐらいのペースで売られてるんですか？せいぜいです週1回やな。週1やね、大体。いつもお惣菜買われてるんですか？自分で作りゃいいけど、やっぱね、美味しいお惣菜があるさに弱ってしまう。そうなんだよ、7枚。はい、2、3。
昼からが暇やね。閉めて味を取るから。この午前に作ったものばっかりやったら夕方買いに来る人が売れ残りばっかりになっちゃうから、やっぱ夕方4時からも作りたてでぜひあったかいものを食卓に並べてほしいなと思って、今夕方市っていうのも始めてやってます。より多くの人に大阪屋の味だったり商品を届けれるようにオンライン販売も開始するので、遠方の方とかの商品を味わってもらえたらなって思ってます。うち保存料とか添加物とか入れてないので、販売方法は真空とか冷凍とかそういうやり方にはなると思うんですけど、うちのお惣菜を遠方の方が手軽に食べていただけるような商品を今オンラインで販売できるような土台作りを考えてます。